皆さんこんばんは、さちです。今回はネイホリ新色ブルーとキャンメイクとチフレを使って幻想的な夜空イメージのニュアンスネイルをやっていきます。淡いパープルからブルーのグラデーションがとっても綺麗なデザインです。それではスタート。ベースコートはノイロのリビルドコートを使いました。まずはネイルホリックの PU008K を使います。PU008K を小指以外に塗っていきます。こちらは少し前からあるくすみカラーズのシリーズです。淡いラベンダーカラーで思ってたよりも肌なじみがいいです。液のテクスチャーが少しもったりした感じでムラになりやすいので、いつもよりも気持ちたっぷりめに液を取った方が塗りやすいと思います。夜空の画像を探していた時にすごく綺麗な絵を見つけて、今回はその絵の色味を参考にしてデザインを考えました。私の場合は風景とかお洋服の柄などを参考にデザインを考えることが多いです。小指にはキャンメイクの N57 番を塗ります。濃いカラーは根元のラインが目立ちやすいので、隙間がないようにできるだけギリギリまで塗ると綺麗に見えます。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。ネイルホリック新色の BL095V を使います。メイクスポンジとペーパーパレットも使います。メイクスポンジは小さくカットしておいてください。BL095V をパレットに出してカットしたスポンジにしっかりなじませます。なじませたら親指の爪先に斜めにポンポンします。最初は発色が濃いめなので爪先からポンポンして、発色が弱くなってきたら少しずつ根元側にずらしていってください。スポンジにしっかりカラーをなじませておかないとムラになりやすいので注意してくださいね。ほとんど発色しなくなってきたら再度カラーをなじませて追加でポンポンしていきます。中間あたりは濃くなりすぎないように注意しながら発色具合を確認しながらポンポンしてくださいね。スポンジの跡が少し残ってしまってもトップコートを塗ると跡がほとんど目立たなくなるので気にしなくて大丈夫です。サイドの部分も塗り残しのないようにしっかりポンポンしてください。中指と薬指も同じように爪先にポンポンしていきます。スポンジを使うと下に塗ったカラーが剥がれてしまうとたまにご相談いただくのですが、ベースカラーの乾燥時間が足りないか、同じスポンジを使いすぎると剥げてしまうことがあります。同じものを繰り返し使うとベタベタしてきてスポンジが爪にくっつくような感じになってしまって、スポンジを離す時にベースカラーも一緒にくっついてきちゃうので、 2,3 回使ったら他の面を使うか新しいものに変えてください。人差し指と小指は2度塗り目を塗ります。液量が少なくてちょっとはけ筋が残ってしまいました。多めに取ったつもりだったけど少し足りなかったみたいです。ここでは乾燥時間を取らずに次に進みます。キャンメイクの N57 番とベースコートを使います。N57 番をパレットに少し出して、ベースコートも同じくらいの量を出して混ぜます。混ぜたものを親指の爪先3分の1くらいに重ねていきます。爪先に液を置いたらそこから根元に向かって伸ばすイメージ。スポンジでポンポンしたブルーと自然になじむように、できるだけ境目が薄くなるように塗ってください。薄めているので濃淡を調整しやすいと思います。ハケはキッチンペーパーに拭き取ります。中指と薬指も同じように塗っていきます。こちらのネイビーもスポンジでポンポンしても同じような雰囲気には仕上がるのですが、ネイビーはほんのり発色で仕上げたかったので薄めて塗りました。薄めた方がスポンジでポンポンしたブルーとの境目もなじませやすいです。
ネイビーを深く塗りすぎてブルーがほぼ見えなくなってしまった場合は、ブルーを再度スポンジになじませて足したい部分にポンポンしてください。チフレの007番とベースコードを使います。007番を親指の根元に点置きします。点置きしたカラーが乾く前にベースコードでふわっとぼかします。刷毛圧をかけずにカラーの表面だけを爪先に向かって引っ張るイメージです。爪先までふわっと伸ばしたら、あとは微調整。境目が濃くなっている部分を軽くぼかします。中指と薬指も同じように点置きしてぼかしていきます。点置きする量が少ないとぼかす前にすぐ乾いてしまうので、ボテッと少し多めに点置きしてください。このホワイト部分にはこの後ラメを重ねるので、綺麗にぼかせなくてもなんとなくホワイトがふわっとなればそれで大丈夫です。ここまで塗れたら3分くらい乾かします。チフレの003番を使います。003番を先ほどぼかしたホワイトに沿って重ねていきます。ハケに含む液が多いとラメがつきにくいので、ボトルの口でハケをしごいて余分な液を落としてから口部分についたラメを取って塗るようにしてください。中指と薬指も同じように塗っていきます。ちょっとラメが濃すぎたかもです。ラメの量はお好みですが、ホワイトが隠れすぎないくらいがいいと思います。人差し指と小指の爪先にも重ねます。人差し指は少しムラになってしまったので、ラメを少し広めにのせてごまかします。ラメを重ねたら3分くらい乾かします。セリアで購入したキラキラフレークを使います。ジャンコードはこちらです。こんな感じのキラキラのフレークなんですが、爪にフィットするように少し曲げてカーブをつけておきます。親指の爪先にベースコートを塗ってフレークをつけます。中指と薬指にもつけます。ここでは乾燥時間は取らなくて大丈夫です。仕上げのトップコートはベースに使ったリビルドコートを使います。今まで補強ベースでしか使ってなかったのですが、トップとしても使えるので使ってみたら、塗りたてのツヤ感が数日続いてびっくりしました。縮みもなく仕上がりがとっても綺麗です。フレークの厚みが気になる場合は、さらにセシビートを重ねるとしっかり埋め込めます。リビルドコートは少しお高めなので、実目の痛みが気になる時だけベースとして使ってたのですが、補強ベースとトップコートがこれ1本で済むのですごくおすすめです。ツヤ感が綺麗で縮みもないし、何より乾くのが早い。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。夜空ニュアンスの完成です。ファンタジーな雰囲気もあってやりたかった理想の色合いになりました。ホワイトがもう少し濃くてもよかったけど、濃さはお好みで調整してみてください。使用したものをまとめます。右手はこんな感じです。あまり難しい作業はないので、利き手にも簡単にできちゃいます。ホログラムの色に合わせてシルバーラメを使いましたが、ゴールドにしても綺麗だと思います。幻想的でとっても綺麗なデザインなので、ぜひ真似っこしてもらえると嬉しいです。春が近づいてきたので、次回は桜ネイルをご紹介します。楽しみにお待ちくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。またねー。